中で油をする理由は何なんですか？カリッと仕上がる。油入れなくて焼いたらパサパサ感出るんですよ。それで油入れることによって揚げ焼きみたいな感じで仕上げる。材と調味料、それから作り方、コツなど教えてください。餃子の皮なんですけれども、水餃子に近い皮を使って分厚めなんです。串焼きにする感じにはしてて、一般的な餃子よりもかなり水の量を多く入れてます。餃子のあんもかなりこだわってて、野菜の甘みであったりとか旨みを引き出して、それを豚とブレンドして味わいのある餃子にはしてるんですけれども、最後油で周りをかけて揚げて、串焼きプラス揚げ焼きみたいな感じで、歯では味わえない味わいと食感の餃子がうちの特徴ではあります。焼いてるところはパリッとしてて、焼いてないところは蒸し焼きにしてるので、チリした食感にはなってるので、パリもちみたいな。そうです。それが美味しくてはい、そういう食感の餃子には仕上げてます。大きさも結構大きいなっていうイメージあったんですけど、僕のおばあちゃんが先代なんですけども、大きさは昔ながらの大きさを受け継いでて、その餃子の中身のその皮とか味わい自体はちょっとずつアップデートしているような感じで今になってます。これが大和運輸さん。チャーハンの具材と調味料、作り方やコツなど教えてください。具材は玉ねぎと豚肉を使ってるんですけど、豚肉は兵庫県産の豚肉をちょっと使ってて、醤油とかブレンドしたのがあるんですけど、それを混ぜ込んでお肉を炊き込み作ってます。もともとその機械使った経緯というのが、手で振ってたんですけれども、体の負荷がかかる機械に変更して、火入れと混ぜ方とか、あと調味料の具材の購入ポイントになっているんですけど、うまいこと機械に入れて焼いてる感じですね。ここのお店ならではのチャーハン、個性的なポイントがある、オーソドックスなのを貫いてるっていう、どっち？オーソドックスな部分を抑えつつもラードを使ってるんですけれども、兵庫県産の豚のラードを抽出してラードにしてはサラサラで、香ばしい味と甘みが出てくる。それがうちの焼き目の味を引き立てるポイントにはなっていて、さっき言った具材で混ぜ込んでいって、最後で加え醤油をブレンドした醤油を使っていて、結構甘みの強いブレンドした醤油にはなってるんですけれども、そ
それを最後に入れることによって、香ばしさと甘さと香りと引き立った焼き飯にはできています。どこの部位になりますももとバラを混ぜてるんですよ。兵庫県産のいいももを使ってて、彼がハーブとか食べてるらしくて、か？スライスの厚さとかってどう決められたというか。僕の手の感覚です。20年ぐらい切ってるんで、触った瞬間に厚さも分かるんで、測ってないですけど、その毎日の厚さに狂いはないと思います。なんでこの厚さにしたんですか？ももの部位によって脂ののりとか柔らかさ違うんですよ。同じももでもももの中の部位によって脂身が少ないところがあるんです。厚めに切ったらパサパサ感が出てくるので、ここら辺の部位は薄めにしたりとか、脂の乗ってるところはちょっと厚めにして、そこはちょっと柔らかいところなんで厚めで切ってあげるとか、部位によって厚さを変えてますね。ここ美味しいやろなみたいな感じでお出しする時はあります。やっぱり日々ほんまに豚ばっかり見ているのでもうどこが美味しいかはもうすぐ分かるんで、チャーシューとメンマの盛り合わせは僕のおばあちゃんの時からずっとやってた商品で、炊き方もおばあちゃんの時からずっと変わらず振り続けてるものなんですけど、焼き豚に関しては作り方とかは僕が変えたんですけれども、餃子がやっぱり10分15分焼き上がりにかかるので、それを待ってもらう間にビールとかと一緒に当てでつまんでもらうものとしておばあちゃんの時から置いてます。かかってるタレは醤油とごま油と、それが一番シンプルで昔ながらの味が出て美味しいんじゃないかなって思って、そのネギもちょっと季節によって種類変えてて、冬とか寒い時期はちょっと太ネギ使ってるんですけど、よくお鍋に入れるような甘みのあるネギを使ってるんですけれども、大盛りでかけたりとか、あとはラーメンに入れたりとかしてます。
はおばあちゃんの時からずっとやってる味噌ラーメンで、味噌は北海道の旭川からいつも仕入れてるんですけれども、それがこだわりでコクがあって若干辛みがあるんですけれども、昔からの作り方のスープで混ぜていってコクのある味噌ラーメンに仕上げてます。トッピングは他のバラをもも肉、太ネギ、メンマ、うちで炊いた煮卵を上に乗せて出してます。豚のバラ結構トロトロだったんですけれども、あれはどういう風に作られてるんですか？バラを厳選してまして、ネットに包んで炊き込むんですよ。チャーシューの醤油を作ってるんですけれども、それにずっと漬け込んで仕上げていったらあんなトロトロになります。卵は実はそのチャーシューで使ってる醤油に卵を漬け込むんですよ。豚の甘みとか旨みがその卵に込んで、そういう風にうちの卵は仕上げてますね。業をされてた経験とか、ここのお店で働かれるようになるまでのきっかけ教えてください。僕が19歳の時に中国の大連に行ったんですけれども、中国の餃子が衝撃的に美味しかって、そこから上海に渡ったり、台湾に渡ったり、帰ってきてからホテルの方でパティシエもやってて、全く違う分野の料理の経験もさせてもらって、ここ継いだきっかけなんですけれども、24歳の時に僕が継ぐことにはなったんですけれども、その時に僕の祖母とおじがやってたんですけれども、両方がんになって店ができなくなって、その時まで札幌屋に携わってはなかったんですけれども、なんか僕にできることあるんじゃないかなって思って次始めたのがきっかけですね。僕今43です。もうそろそろ20年ぐらいになりますよね。帰ってみたら、その24歳で継いだ時はまだおばあちゃん生きてましたけど、おばあちゃんと衝突しましたし、今までやってきたことをいきなり変えられるっていうのが悔しいっていうのもあるし、だけどなんか時代は移り変わって、やっぱ新しい世代には新しい味わいっていうのがあるから、その部分を僕は変えていかなあかんかなとはその時は思ってたんで、年になって思い返してみたよ、おばあちゃんがやってきたことの重みとか、その時の気持ちとか分かるなって思って今までおばあちゃんがやってきたことに感謝して、それプラス僕がやっていけることを強みに変えていける札幌屋でありたいなと思ってます。それの代表的なものが今出してる餃子、その中国やら台湾とか得たものプラス、そのおばあちゃんから引き継いできたものをプラスして新しい味わいのものを作ってますし、焼き飯なんかは僕のベースはほぼ台湾で得た技術なんですけれども、それを取り入れて今までやってきたものに合わせていけるプラス新しい味わい提供していけるのが今の札幌屋の強みですね。